大量のとろろが出てきてます。じゃあこの、秋掘りのこの長芋をこう収穫するところから今日は見させていただこうと思います。はい、今見ると上にはもう何もない状態なんですね。これ収穫するタイミングには、そうです。上全くない状態。はい、はい、これ大体長さはどれぐらいなんですか？土は大体120センチ。なので、それ以上はちょっと伸びないんですけど、平均大体120センチぐらいは長芋が伸びてきます。すごい勢いでこれ泥を土を落としてきますね。水の勢いがこれめちゃめちゃすごいですね。うわで先ほど、長芋を、収穫をして洗った後こちらの加工場に、持ってきました。でこちらもこだわりの工場なんです。はい、これ自社の長芋加工場じゃん。はい、長芋のもう農業自体も自社でやって、加工も自社でやってると。そうです。ここが強みなわけですね。はい、じゃあ実際加工するところを見ていきましょう。はい、ということですね、これから工場の中に入りたいと思いますので、作業着に着替えたいと思います。はい、着替えました。はい、じゃあこれからですね、冷凍とろろの製造工場に入っていきたいと思います。で今これは何をされてるんですか？これ先ほど洗った長芋をこちらの、工場で皮むきをしてる作業になります。これ機械じゃなくて手でやってるんですか？長芋は形がいびつなので、はい、機械ではなくて全部手で皮をむきます。あ、そうなんですね。はい、じゃあやっぱ形に沿って綺麗に剥くには手作業で。そうなんです。はい。じゃあすごく皆さん丁寧に一本一本剥いてくださってるんですね。そうです。でなんかこう傷んでるとことかも取ったりしてるんですか？ここで例えば色が変わってる長芋だったりとか、そういったところを全部排除しながら皮をむいてるところです。なるほど。で先ほど皮をむいた、長芋がこういう感じになってますね。でこの後どうするんですか？これを今この電解水に漬け込んで殺菌します。はい。この工程も重要なんですか？ここが私たちでいうと CCTV になってまして、ここに長芋って生食で食べられるものなので、ここで、いかに菌を殺菌させてっていうのが結構重要になってきます。使ってるこれ水は電解質。はい。でこれで殺菌効果があると。そうです。はい。3分ぐらいつけるんですね。はい。ここで水洗いで、ぬめりだったりとか衣服の最終チェックでここで水洗いしてカット作業に入っていきます。じゃあここでその普通の水で洗ってるわけですね。そうです。で今ここでは何をやってるんですか？先ほどの水洗いした長芋を今度ここでいろんな例えばとろろにしたりとか千切りにしたりとか商品によって長芋を振り分けてるところです。ある程度小さいものはとろろにしたりとか、あと線が太いところは千切りにしたりとか、そういう形で仕分けしてます。なるほど。はい。じゃあ大きいものは結構食感が生きるような形のあるもので、はい。で小さい細々したやつは粘りが強いので、とろろに適してて、はい。分けてるわけですね。これは何ですか？この機械はとろろにするおろし器になります。はい。で先ほどの長芋をこれカットしてあるわけですね。そうですね。でカットしているものをこのおろし器に入れてするということですね。はい。はい。遠心力ですりおろす専用の機械なので手ずりと変わらない食感の
裁入できます。あ、そうなんです、はい、そのカッターで細かくしてるわけではない。そうです。しっかりとおろしてます。で、これおろし器の中がこうなってるんですね。はい、これ中に長芋が入れるとモーターで遠心力でこのすり金にこう引っかかってすりおろすような感じになります。じゃあ自動でこの一気にこのとろろが作れるってことですね。そうです。はい。お、入ってきました。すごいですね。なんか一瞬ですられてますね。全然なんか引っかかったり、なんか時間かかったりするのに、もう一気にもう大量のとろろが出てきてますね。で、このとろろ、もうこの後もうすぐ冷凍ですか？いえ、まだ何個も工程があるんですけど、はい、次はとろろをこうなじませるためにある程度攪拌機で混ぜ込みます。じゃあおろし器でおろしたやつを一回攪拌するんですね。そうですね。粘りを一定にするためにあえて攪拌する。あ、はい、そうなんです。じゃあ均一をこう均一にするわけですね。はい、これどれぐらいやるんですか？15分。15分。はい、あ、結構長めにしっかりやるんですね。でもそうしないとこう分離したりとか。そうですね。品質の悪くもなってしまう。はい。で、結構とろろにとっては結構重要な工程ですね。そうですね。はい。はい。で、これ今1パックずつ。そうですね。今規格はこれ 500g でパックに入れてるんですけど。袋に充填してるわけですね。そうですね。はい。はい。ここで袋詰めにしてるわけですね。はい。ここでシールをして、賞味期限を打って、金属探知機で検査をして、できてますね。はい。もう少しで完成です。はい。で、この後ですね、そのとろろを冷凍するわけなんですけども、はい、それ使われるのはこの機械ですか？はい、こちらの凍眠っていうアルコールの急速凍結機になります。はい。テクニカンさんの凍眠というアルコール急速凍結機を使われてるってことですね。はい、通常は冷凍食品ってエアブラストっていう、冷たい風を当てて凍らせるってものが多いんですけども、これあえてこのアルコールを使われてるのは何か理由がありますか？とろろが液体なのですごくアルコール凍結っていうの相性が良くてですね。アルコールってマイナス30度ぐらいになっても凍らないんですね。だからとても冷たい液体の中にパックした食品を入れることで、熱伝達率がすごく高いので、すごくスピーディーに凍らせることができるんですね。で、こういったとろろなんかも非常に品質が良くなると。そうです。はい。で、カットした千切りとか漬物とかも、長芋って冷凍すると食感がどうしても悪くなるんですが、そういったものもこの食感がよく保たれるわけですね。そうです。ここにですね、マイナス30度のアルコール溶液が入ってまして、マイナス30度でも凍ってないんですね、液体の状態で。ここに食品をつけることで、よりスピーディーに急速凍結できるということですね。はい、これで凍りましたね。しっかりとガチガチに凍ってますね。はい、ということですね、こちら出来上がりました。で、これはですね、冷凍とろろ、中里製菓さんの、芋の歌という、こういった商品になってますね。先ほどの美味しいとろろがもう急速凍結で美味しさ閉じ込められています。で、これを使うときはですね、解凍してから使うんですけども、こちらがこの解凍したものですね。こんな感じになってます。でもしっかりとこう粘りもあってですね、めちゃくちゃ美味しそうですね。もちろんめんつゆとかですね、お醤油とかそういったものでもいいんですけども、今だしを少し入れてる状態ですね。じゃあこちらですね、とろろご飯できました。じゃあちょっと食べたいと思います。いただきます。
おいしい。やっぱこのとろろの、程よい粘り加減と喉越しの良さっていうのはすごく感じるんで、本当にこれご飯と一緒に食べて美味しいですね。でお蕎麦とか麺類にも本当合いそうだなって思いますね。もうこれだけで本当ご飯はめちゃめちゃ美味しく食べれますね。中里製菓さんではこの冷凍、長芋の商品の他にもいろいろあるんですね。はい。で先ほどのはこちらの、とろろタイプだったんですけども、それ以外もあるんですね。はい。500g もあるんですけど、ホテルさんとか大きく使うお客様のタイプは 1kg 近くもあります。これはかなり重たいですね。一度に大量に使うようなお店さんではこれも重宝してるわけですね。そうですね。同じく冷凍方法が一緒の千切りタイプの刻みという商品もあります。こちらも 1kg も500も2つありまして、他には角煮とさいの目という商品ですね。料理に合わせてこういった違いも出せるそうですね。ということですね。はい。他には長芋のお漬物をそのまま冷凍したしそ風味になってるお漬物ですね。あとはこういったわさび風味に漬け込んだタイプなんかも、長芋の漬物も冷凍にして販売してます。これ結構私も好きなんですけど、食べてた美味しかったんですけど、いや食感がすごくちゃんと残ってますね。そうですね。結構長芋をやっぱ冷凍すると、こういったとろろじゃなくて形のあるものを冷凍すると結構急速凍結でもやっぱ食感悪くなること多いんですけど、これはかなりいいですよね。そうですね。ほとんど生と変わらない食感になります。だからアルコール凍結することでシャキシャキ感がちゃんと残ってるっていうことですね。でこれ市販用の商品としてもあって業務用でもあるんですか？そうですね。はい。今お客様ではこういったわさびタイプですと居酒屋さんとかで使っていただいているところが多いです。であとはちょっと形の変わった、そうですね。数年前に商品開発したこういったパウチタイプのとろろになります。販売店なんか、EC サイトだったりとか、一部の量販店さん向けに作った商品になります。でこれ2種類あるのはこちらがプレーンタイプ、味がついてないタイプと、こちらがだし入りのもう最初から味がついてるだし入りのとろろの2種類。じゃあこっちの方はもう味がついてるってことで、このままご飯にかけたり例えばマグロにかけたり、そうですね。いろんなお蕎麦だったりそういったお刺身なんかにもそのまま使っていただいてます。これは結構便利ですね。でこの芋の歌っていうのはもう長年やられてるブランド名。はい。このブランドを立ち上げて35周年になるんですけども、長芋に息吹をという思いを込めて先代が名付けたんですけど、そういった歴史のあるものもあればちょっとデザインもおしゃれにした最新のものもあるわけですね。そういったところで長芋をどんどん PR してるわけですね。でこちらの商品ですね、中里製菓さんの、芋の歌だしとろろの商品なんですけども、これを使った長芋焼きを作りたいと思います。結構いい美味しいレシピなんで、ぜひこれを使って皆さんやってほしいなと思いますね。でこのだしとろろをですね、冷凍されたものですけど、解凍して、それを使います。で今回はこの全部1パック使っちゃいます。でここにこの生卵ですね。生卵1個入れます。こういう状態ですね。でしっかり卵がこう混ざるように、しっかりと混ぜてください。で実を言うともう材料はもうこれだけですね。長芋自体が美味しくて、でしかもだしの味がついてるので、もう卵を入れるだけでもう本当に美味しくなりますね。でこちら小さめのちょっとフライパン用意していただければと思います。でここに油を入れて、で中火にかけます。でここに、先ほどの長芋と卵ですね、これを入れます。
で入れたら、このフライパンの蓋ですね、蓋をしてください。でちょっと弱火にしてもらった方がいいですね。で蓋をして蒸すことでこの長芋にもしっかり火が通るんで、ちょっと厚みが出てくるんですね。なのでちょっと小さめのフライパンで、蓋がしっかり閉まるものを使っていただくといいですね。そうですね、こういう感じですね。で中の方までこういった感じで膨らんで、火が通ってれば OK ですね。でこれをひっくり返します。はい、こんな感じです。いや、いい感じに焼けてますね。でもう片面もですね、ちょっと焼きたいと思います。ほい、こんな感じです。で仕上げにこのネギですね、刻んだネギをのっけて、でさらにはこの鰹節ですね。はい、これで冷凍長芋を使った長芋焼きの完成です。そうですね、こちら山芋焼き出来上がりました。こんな感じですね。じゃあ次長澤さんと一緒に、はい、食べていただければと思います。いただきます。はい。材料が本当このだしとろろと卵1個だけなんで、もうめちゃくちゃ簡単ですね。いただきます。うまい。おいしい。他の材料はなくてこれだけ美味しいわけだね。すぐなくなっちゃう。なんかコメントありますか？うちの長芋がこんな美味しくなるなんて。ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。ぜひ皆さんも試してみてほしいなと思いますね。はい、ということでですね、今回はその青森の冷凍とろろの製造工場に潜入ということでやらせていただきました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。長芋を本当に作ってる畑から見せていただいて、やっぱ本当すごい手間がかかってるなと思いましたね。やっぱ作業もすごく大変ですし、それを皮とかですね洗ったりとか、かなりいろんな手間をかけて、でそれをとろろすって冷凍までしてくれてるってところが、やっぱ消費者目線でも本当にすごくありがたいなって思いますね。今日一日石川さんに来てもらって、本当に農業の大変さとか、加工の難しさとか、あとはその最新の冷凍っていうのを見ていただいて、すごく自分も嬉しいですし、今後この商品を手に取っていただいた方にその思いが伝わってもらえればなと思ってます。はい、ありがとうございます。本当に多くの方がもう手間をかけてくれてるんで、本当に素晴らしい商品になってるので、ぜひ皆さんに食べてほしいなと思いますね。こういった感じでですね、この冷凍チャンネルではこの冷凍工場とかをですね紹介したり、おすすめの冷凍食品や、家庭できる冷凍レシピなどもご紹介しております。ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家冷凍王子が人生をかけて作った一冊、冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本レシピ付き自由国民社から絶賛発売中です。